春の若木に似た身と白き灰に似た心、指先には職人の火花。祝宴が再び燃え上がり、彼は己も神も彼岸へと送ると誓った。私利した身を溶かし1000度鍛えれば刃となる。今の彼の答えとは。今回の一手請求では、地獄の苦しみを背負い死からよみがえった男千夜陣に迫っていく。へえ、性格ハンターの悪口を言わないなんて賢くなったね。まあ来ると思ってたからな。そうなんだ。これまで性格ハンターを取り上げたのは5回。そのうち3回は君たちがゲストだった。番組は5回、ゲストは3回。ここは本来君たちが自由に出入りできる場所じゃないんだぞ。お気の毒に。どうも。気を取り直して6回目を始めよう。千夜陣は虚無の運命を歩む炎属性のキャラクターだ。高頻度で敵にデバフを与え、敵の被ダメージを増やす彼の力は多くの編成で生きる。さらに自分でも敵を一掃できるぞ。通常攻撃では指定した敵単体に折れた剣で炎属性ダメージを与え、ターゲットを挑発する。お前ごときボロボロの剣で十分だと言わんばかりだな。ジンはあの剣が一番自分を象徴するものだと思ってるの。あれは本気モード。そうなのか。では本気モードのジンをさらに見ていこう。必殺技でジンは自身を炉にして剣を鍛え直す。 HP を消費して展開する結界の継続集、ジンは無料噴霧状態となり、自身の会心率と会心ダメージをアップ。強化通常攻撃と戦闘スキルも解放され、必殺技千夜は一応入り番号を人滅すが使用可能に。万死を好みに千夜刃をなす。これが完全体の陣。強化通常攻撃では指定した敵単体により高いダメージを与え、ターゲットを挑発。戦闘スキルでは剣の雨で敵全体に炎属性ダメージを与え、追加で複数回のバウンドダメージを与えるぞ。戦闘スキルは無料噴霧状態の時のみ使用でき、 SP の代わりに陣の HP を消費する。必殺技発動時、陣は敵全体に一定ターン継続する修羅の炎状態を付与する。これは結界内で敵が味方の攻撃を受けるたびに付与更新されるんだ。付与された敵は防御力がダウンし、被ダメージがアップする。特定の奇跡解放後、陣は結界継続中に攻撃されやすくなるが、被ダメージが軽減し、治癒を受けた時の回復量がアップする。攻撃された時にも攻撃者に修羅の炎状態を付与できるぞ。修羅の炎状態を付与更新するたび、陣はチャージを1獲得。チャージが一定数に達すると戦闘スキルを1回発動し EP を回復する。この戦闘スキルは追加攻撃とみなされるぞ。みんなジンが作った武器だけど、一番切れ味がいいのは本人だね。名前通りってわけ。まさに必殺技千夜は一応入り番号を人滅すでは、鋭い剣となった陣が猛烈な勢いで敵全体に高い炎属性ダメージを与えるんだ。特定の奇跡解放後、結界継続中は味方全体の余ダメージがアップ。味方に他の虚無の運命のキャラがいるとき、味方の必殺技の余ダメージがさらにアップする。いないときは陣の余ダメージがアップするぞ。結界継続中はアクションバーにカウントダウンが表示される。そのターンが回ってくると結界が解除され、無料噴霧状態が終了する。また結界継続中、陣は HP がゼロになるダメージを受けても戦闘不能にならず、結界を解除して HP を回復する。その程度じゃジンは倒せない。本当に致命傷を与えられたら感謝されるかもしれないな。特定の奇跡解放後、結界解除時または戦闘開始時に EP 割合が一定未満の場合、陣は即座に EP を回復する。 EP は上限を超えて貯められるぞ。必殺技発動後、上限を超えた分で EP を回復し、上限超過分はクリアされる。秘技は一定範囲内の敵全てを即座に攻撃する。戦闘に入ると敵全体を挑発状態にし、自身の受けるダメージを一定ターンダウンさせるぞ。ではまとめよう。千夜陣は
さまざまな編成で活躍できるアタッカーだ。必殺技はサポート能力に優れ、展開する結界内では敵の被ダメージがアップする。味方、特にジンはより大ダメージを与えられるぞ。強力なアタッカーでもある彼は敵味方双方の攻撃で素早くチャージを獲得し、戦闘スキルを連発して敵に大ダメージを与えられる。同時にジンの EP がより早く回復。とどめの一撃で敵を彼岸に刺す。こんな感じでいいか。そろそろ退勤帰宅を。待って、メッセージがあるの。ちょっとスタジオ貸して。ん？ああ、犯行予告だな。原稿を貸してくれ。感情を込めて読み上げるから満足してもらえるはずだ。いや、そんなんじゃ。友達の代わりに伝言したいだけ。どれどれ。刃さんへ。ほう、ウルフロードがさん付け。君はもうおしまいだな。私が悪かった。ごめんなさい。時間通りに帰ってご飯食べろってメッセージ無視して外泊して徹夜でゲームしちゃって、しかも文句まで。反省してるし悪かったって本気で思ってる。メッセージ読んでくれないからここで謝ることにした。だからお願い、ゲーム依存防止ロックを解除して。友達ってまさか。うるさい。